ハンドメイドきよちゃんです。まだまだ寒いこの季節、なるべく資源を使わず過ごす知恵が必要となってますよね。今日ご紹介するのは、こちらのレッグウォーマーになります。幅を広げれば、首のネックウォーマーや腹巻き、少し細めれば手首のアームウォーマーになると思います。首という首を温めて、この寒さをともどもに乗り越えていきましょう。最後までご視聴よろしくお願いします。サイズは幅が約13センチ、長さが約28センチになります。ここの細編みの部分が3センチずつになっています。模様編みのところは21センチぐらいになります。片方ずつ1玉ずつ編んでます。2玉で、1足分編めるようになっています。目数は3目、1模様になるので、幅を広げたい場合、もし、ネックウォーマーを編みたい場合は3の倍数で増やして、ここが、30目で編んでるので、60目ぐらい編むと50、首周りが50センチぐらいの、ネックウォーマーが編めると思うので、2玉ご用意ください。で、片方は本当に1玉で編めたんですけど、もう片方の方はちょっと2段くらい細編みが足りなくなってしまいました。使った毛糸はダイソーさんのソフトミックスという、SM9 のイエローのこの糸なんですけど、約 50g、 糸長が90メートルあるんですけど、やっぱり誤差があって、50g ない毛糸玉もあるようです。なので、もし、一回、測りがある方は測ってみて、51g あれば、一玉で優に編めるんですけど、50g、ない場合もあったりするので、その場合は、一段、ここ、模様編み19段編んでるんですけど、18段にして細編みに入るといいと思います。手洗いができて、アイロンもスチームをかけられますね。はい。材質はアクリル 80%、ウール 20% の糸になります。塩かぎ針は 5.5 から 6.5 ミリ。標準ゲージは10センチ平方のメリヤス編みで16目21段になります。用意するものは15、6ミリの15針と、マーカー必要な方は2つぐらい。あと、とじ針と糸切りばさみとメジャーになります。中から、糸を出していきます。こんな感じで、糸端を見つけて、はい、編んでいきます。鎖の作り目で編んでいきます。レッグウォーマーは、ちょっと、伸びちゃうので、鎖の作り目で編んでいこうと思います。はい、30目編んでいきます。あまりきつくならないように編んでいってください。30目編んできました。だいたい、あんま伸ばさずに23センチぐらいかなの長さになります。はい、そうしたら輪にしてこれね、よじれないように、このように、手繰っていって
それで、この最初の目の鎖の裏山をこのように拾って、そのまま、引き出して引き抜く。こういう感じで引き抜いて、それで、輪にします。そしたらこの、糸端が邪魔なので、このように小指で持って、立ち上がります。鎖一目編んで、ここが、鎖目になってるので、この裏山を拾って、はい、このね、鎖の裏側にこう、ポコポコっと糸が渡ってるので、これを引き出して細編みを編んでいきます。そしたらマーカーで、最初の一目目を留めた方が、わかると思うので、マーカーをしておきます。そしたらちょっと一段目は、この針入れづらいんですけど、このように裏山を拾って細編みを30目編んでいきます。はい、細編み30編んできました。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、でまた立ち上がりを鎖一目編んで、最初の今マーカーをしてたここの目に細編みを編んで、これで一目編んだことになります。マーカーを押して、これで2段目を編んでいきます。最後は、最初のこの目に糸を引き抜いて、終わるようにしていってください。で、5段、今2段目、3、4、5、5段細編みで編み進めていきます。はい、5段編んできました。はい、そしたら、ここから長編みを編んでいきます。最後、最初の目に糸を引き抜いたところになるんですけど、最初の目、もう一回、最初のところに、糸をかけて、もう一回引き抜きます。はい。そしたら、こんなちっちゃくしちゃっていいので、ぐっと、目をちっちゃくしちゃってから、鎖を3目編みます。そしたら、今1目目ですね。これが、1目分になるので、次の細編み2目目に針を入れて長編みを編みます。で、最初のこの立ち上がりの3目目にマーカーをしておきます。で、これで、立ち上がりの鎖も含めて30目編んでいきます。はい、30目目が編み終わりました。そしたら立ち上がりの3目目、マーカーのところに針を入れて、鎖、半分と裏山の部分に糸を引き抜いて、これで1段目が終わります。で、2段目からは、繰り返しになっていきます。2段目から4段目が繰り返しになっていきます。最初に立ち上がり鎖1目編んだら針に糸をかけて、この、鎖目のところを表引き上げ編みを
編みます。針に糸をかけて、このように針に糸をかけて、この2本を引き抜いて、また針に糸をかけて2本引き抜く。はい。これで表引き上げ編みが編めました。そしたら、この目の頭にマーカーをしておきます。そしたら、ここは普通に長編みを2目。次は表引き上げ編みです。針に糸をかけて、ここからね、この足の部分に針を入れて、表引き上げ編み。で、長編み2目。これを繰り返し編んでいきます。表引き上げ編み。長編みを2目。はい。最後まで編んでいきます。はい。2段目の最後に来ました。長編みを2目編み終えたところになります。長編みを2目編み終えたところになります。そしたらマーカーをしておいた目の頭に、引き抜いて、これで2段目が終わります。そしたら、また繰り返し編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで針に糸をかけて、で、表引き上げ編みを編みます。はい。で、同じです。この、2段目と同じ編み方で編んでいきます。なのでこの3段目、2、3、4は同じ編み方で編み進めていってください。こちらの長編みのところから1、2、3、4段編み進めてきました。で、5段目は、立ち上がりを鎖1目編んだら、ここは同じですね。表引き上げ編みを編んで、ここの長編みだったところを裏引き上げ編みで編みます。針に糸をかけたら、後ろから、こっちのね、後ろからこのように針を入れて引き上げ編みを編みます。はい、もう一度針に糸をかけて、後ろからこのように針を入れて、針に糸をかけて、糸を引き出して、針に糸をかけてこの2本を引き抜きます。また針に糸をかけて2本引き抜く。これが裏引き上げ編みになります。そしたら表引き上げ編みのところは同じように表引き上げ編み、長編みだったところは裏引き上げ編み。これを1段編んでいきます。はい。5段目の最後、このマーカーをした目に糸を引き抜いて、これで5段目が終わります。そしたらまた立ち上がり1目編んで、表引き上げ編みを編んだら、長編みを2目で、表引き上げ編み、長編み2目、このようにまた、6段目から、4段、この編み方で編んでいきます。6、7、8、9と編んだら、また10段目はこ
この裏引き上げ編みの、段の編み方、この5段目の編み方を編んでいきます。で、編み進めていってください。はい、ここから19段編み進めてきました。本当だったらまた裏引き上げ編みのところになるんですけど、最初細編みの5段編んだので、最後も細編みを5段編みたいと思います。針に糸をかけて立ち上がりの鎖目編んだら、最初の目から1目ずつ細編みを編んでいきます。マーカーを押して1段ずつ1目ずつ細編みを編んでいきます。最後に来たらここに、引き抜いてまた立ち上がり鎖1目編んで細編みという形で、最初のこちらと同じように、5段編んでください。はい、5段編んできて最後、そのままこの糸を引き出して、このとじ針で最初の目に針を通して、もうあとこんだけで終わりになってギリギリのところなんですけど、元のこの目のところに通して、これで終わってもいいですし、最後の、最後の目を編んで、最初の目に糸を引き抜いて、それで糸を引き出して、とじ針で裏側に糸始末してもいいです。引き抜いて糸始末した方がいいのかな。どちらでもいいと思うんですけど、はい、このように、裏側の編み地に糸を縫い付けてカットします。はい。反対側、最初の編み始めの糸端も、これはどうなってんのかな。こんな感じで裏側に縫い付けて、はい、こちらもカットします。はい、これで完成しました。はい、半分もう片方を編んでみてください。